はいどうも、岸田模型です。今回は戦車のウェザリングについてやっていきます。今回はタミヤ48分の1 3号戦車 L 型を例にウェザリングについてやっていきます。これは基本の塗装が終わった状態となっています。この状態からウェザリングを施していきます。今回ウェザリングに使用する塗料はタミヤエナメル塗料、フラットブラック、フラットブラウン、バフの3種類、ミスターウェザリングカラー、マルチブラック、グランドブラウン、ステインブラウン、ライトグレイッシュ、ラストオレンジのこの5種類を使用します。今回は下回りが土や泥で汚れた感じにしたいと思うので、このウェザリングペーストを使ってつけてみようと思います。マットブラウンとマットホワイトの2種類を使用します。使う塗料については以上になります。まずはウォッシングからやっていきます。このエナメル塗料ですね、フラットブラックとフラットブラウンを使います。フラットブラックにフラットブラウンを少し混ぜます。黒っぽい茶色のような色でウォッシングします。ウォッシングは一般的には全面に塗料を塗ってそれを落としていくという感じでやりますが、そのようには行いません。普通の墨入れと同じようにこのモールドに塗料を流していきます。雑に墨入れをするような感じですね。全体に塗料を塗って拭き取る方式でなぜやらないかというと、全体にやると極端に全部のトーンが暗くなるためです。この後この塗料を溶剤で全体に伸ばしていきます。結果的には全体がウォッシングされたような感じになりますが、塗料を置いたところが強く残る傾向となるので、全体的に暗いトーンになって単調になるのを防ぐことができると思います。エナメル塗料は拭き取ることができますが、完璧に拭き取るのは難しいので、薄めに溶いて強くつけたいところに足していく感じでやると失敗しにくいと思います。あとウェザリングカラーはエナメルよりもかなり強めに残るので、全体にウォッシングする場合はおすすめしません。次に塗料を溶剤で伸ばしていきます。水平面はぼかすような感じで、垂直面は下方向に伸ばすと自然に見えます。この作業はペーパータオルなどで筆についた余計な塗料を落としながら行います。塗料を少し残し目にして伸ばすことで雨だれなどの汚れをつけることも可能です。これでウォッシングの工程は終了です。最初と比べると少しトーンが落ち着いた感じになったのがわかると思います。次にこのウェザリングカラーのグランドブラウンを使って下回りに土の汚れをつけていきます。この後にペーストを使って泥汚れをつけていきますが、それの下地となるものになります。ウェザリングカラーの専用薄め液で希釈して塗っていきます。容量的には先ほどのウォッシングと同じ感じになります。先ほども言った通りウェザリングカラーは強く残るので、一気に塗ってしまうと真っ黒になってしまいます。少しずつやっていくのがいいと思います。これで下回りの土汚れの下地ができました。続いて車体上面の汚れをつけていきます。ウェザリングカラーのステインブラウンを使います。これに少しウェザリングカラーのブラックを足した色でつけていきます。車体上面の汚れは水垢や油、ホコリなどが考えられますが、まずは水垢、油汚れを入れていきます。汚しを入れたい箇所にピンポイントで塗料を置いていきます。全体に均等に入れるのではなく、エンジンデッキの上、車体の隅など汚れそうなところ、汚れが溜まりそうなところに入れていきます。そして塗料がついたところをまた薄め液でぼかしていきます。これは汚れなのでシミ状に残したところがあってもいいと思います。強く汚しを入れたい場合はもう一度塗料を入れていきます。今回は少し弱かった感じがしたのでもう一度行いました。
車体の汚しをつけ終わりました。これだけでも十分迫力が出たんじゃないかなと思います。次は下回りに泥汚れをつけていきます。ウェザリングペーストを使って泥汚れをつけます。まずはホワイトの方を使って乾いた泥からつけていきます。ウェザリングカラーの薄め液で少し溶いて塗っていきます。ペーストはつけたいところのみに塗っていく感じにします。乾いた泥なので泥がつくようなところの上側に塗っていきます。だいたいこの白い乾いた泥がつけ終わったら薄め液でその境目をぼかしていきます。ホワイトがつけ終わったらその下側にペーストのブラウンを塗っていきます。そしてホワイトとブラウンの境目のところを薄め液でぼかしていきます。これで泥がつけ終わりました。この後一度ラッカーの艶消しクリアで軽くコートしておきます。今回はこの時点で別で塗装していた足回りを取り付けました。全部汚しが終わってから取り付けてもいいです。履帯や天輪も同じくペーストで泥をつけます。天輪は軽くつけるだけにして履帯の表側にはブラウンで泥をつけておきます。次に砂ぼこりの汚れをウェザリングカラーのライトグレイッシュを使って入れていきます。これも車体につけた汚しの時と同じ要領でやっていきます。砂ぼこりは下回りだけでなくフェンダーの上など車体上にも一部入れていきました。これで土と泥の汚れがつきました。ペーストを使うと簡単にリアルな泥汚しができます。ペーストもウェザリングカラーと同じく落とすのが難しいので少しずつ様子を見ながらつけていくと良いと思います。次にサビを入れていきます。ウェザリングカラーのラストオレンジを使います。まずはラストオレンジにステインブラウンを少し入れてちょっと暗くした色で入れていきます。サビを入れるところは予備履帯と排気管です。これはあらかじめマホガニーで塗装してあるので明るいサビをラストオレンジで入れていきます。これも今までやってきたようにところどころに塗料を置いてそれを伸ばしていく感じでつけていきます。ラストオレンジでさらに明るいサビを入れていきます。排気管にも同様に行います。これで大体の汚し塗装が終わりました。最後に少し調整をして終了です。足回りには土泥の汚れをつけましたが、これによって足回りの墨入れの効果が若干弱くなっている感じがします。再度ウェザリングカラーのグラウンドブラウンで足回りを中心に墨入れしていきます。またこれをすることによって土やホコリの色味がところどころ変化するので単調になるのも防ぐ効果があると思います。最後に部分的にエナメルのバフでドライブラシを行います。これは必ず行うことではありませんが、汚しを入れた後全体のトーンが暗くなりすぎた時のリカバーにも使えると思います。入れる箇所は車体、砲塔の上面、エッジ部分やモールドが集中しているところ、例えばハッチのところなどを中心的に行います。これで全てのウェザリングが終わりました。艶消しクリアで軽くコートして終了です。ウェザリングについての個人的な意見ですが、どうしてもウェザリングをすると単調になってしまって模型的な見栄えが悪くなると思います。汚しで使う塗料は落とせるとはいえ完璧には落としきれないので、少しずつ足していくことで単調になってしまうのを回避できると思います。今回は48分の1でしたが、35分の1だともう少し細かいこともできるかと思います。35分の1のスケールでも今回の手法で十分に見栄えがする作品ができるんではないかと思いますので、
もしよろしければ試してみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。